写真は大海原を進む巨大な戦艦。その巨峰は長らく海の王者の象徴だった。 AI で当時の色を蘇らせてみる。かつて日本はアメリカ、イギリスに次ぐ世界有数の海軍大国だった。その力の象徴が戦艦である。日露戦争では連合艦隊機関ミカサがロシアの大艦隊を打ち破り世界を驚かせた。日本はその戦利品としてロシアの戦艦までも手に入れる。やがて各国はより大きくより強い戦艦を競って作る堅艦競争へと突き進んだ。混合型の高速戦艦、連合艦隊機関長門、そして世界最大の大和と武蔵。日本は持てる技術のすべてをこの鉄の巨艦に注ぎ込んだ。だが時代はすでに戦艦から航空機へと移っていた。巨大な手法を活かせぬまま戦艦たちは次々と海の底へ消えていく。これは日本が保有した30隻の戦艦、その栄光と最後をたどる物語である。誕生した順に一隻ずつ見ていこう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。写真は戦艦富士。 AI で色を入れてみる。富士は日本の戦艦の歴史のまさに始まりの一隻だ。1897年、イギリスのテムズカパンで作られた日本初の本格的な戦艦だった。その名は日本一の山、富士山にちなむ。主砲は口径30センチの大砲を4門。船を動かすのは石炭を焚いて蒸気を作るレシプロ式の機関だった。速力は18ノットほど。実は富士の装甲は最も厚いところで457ミリ。後の世界最大の戦艦大和の装甲さえ上回る当時屈指の分厚さだった。だがこの巨艦を作る金が日本には足りなかった。そこで明治天皇自らが宮中の費用を削ってでも作れという堅艦の書直を出す。国を挙げてようやく手に入れた一隻だったのである。日露戦争では黄海海戦、そして日本海海戦を戦い抜いた。連合艦隊の主力としてロシア艦隊との決戦に加わったのだ。老朽化した後も富士はしぶとく生き残る。武装を下ろされ、やがては航海学校の海に浮かぶ校舎にまでなった。そして1945年、横須賀で空襲を受けて大破し、1948年に解体される。日本の戦艦の時代はこの富士から始まり、実に半世紀を生き抜いたのである。写真は富士型の2番艦屋島。屋島は富士と姉妹の戦艦としてイギリスのアームストロング社で作られた。屋島とは日本の古い呼び名、この国そのものを表す名である。だがその最後には胸を打つ物語がある。1904年5月15日、旅順の港の前で姉妹艦の初瀬がロシアの機雷にさうれ動けなくなった。屋島はその初瀬を救おうと現場へ急行する。だがその海こそが機雷の突き詰められた死の海だったのだ。今度は屋島自身が機雷を踏んでしまう。それでも屋島はすぐには沈まなかった。乗員は傾いていく金の上で6時間以上も消火と排水を続けた。そしてその全員が無事に他の艦へあぶされたのである。屋島が沈んだのはその日の夜。戦死者は一人もいなかった。日本海軍はこの損失を長く秘密にした。貴重な戦艦を失ったことを敵に悟らせたくなかったのだ。写真は戦艦四季島。四季島は四季島型戦艦の一番艦。その名は日本を表す古い微笑から取られている。
イギリスで作られた当時世界最大級の戦艦だった。主砲は30センチ砲4門、そして15センチの副砲を両舷にずらりと並べていた。旗艦はやはり石炭を焚くレシプロ式である。有名なミカサやアサヒは実はこの敷島の同型艦にあたる。日露戦争では連合艦隊の第一戦隊に加わり日本海海戦を戦った。東郷の強艦ミカサに続いてロシア艦隊に砲弾を浴びせたのだ。機戦の中で敷島も何発もの命中弾を受けている。同じ日露戦争で姉妹艦の屋島と初瀬は機雷に沈んだ。だが敷島は生き残る。1909年には後の大正天皇を乗せて観艦式にも挑んでいる。戦いの後、敷島は武装を下ろされ練習艦として静かな余生を送った。そして太平洋戦争が終わった後まで生き延びる。日露戦争を戦った古豪が実に半世紀を生き、次の大戦の終わりまで見届けたのである。写真は戦艦朝日。朝日も敷島型の一隻としてイギリスで生まれた。その名は昇る朝日から、まさに日本を象徴する名だった。日露戦争では連合艦隊の主力として日本海海戦を戦い抜く。東郷のミカサのすぐ後ろを進む第一戦隊の一員だった。この時朝日には同盟国イギリスの艦船武艦が乗り込んでいた。日本海海戦の一部始終をその目で見つめていたのだ。戦艦としての役目を終えた後、朝日は大きく姿を変える。まず潜水艦の訓練を支える母艦となった。やがて傷ついた軍艦を修理する工作艦へと改造される。古い戦艦は裏方として新しい海軍を支えたのだ。だが太平洋戦争の最中、1942年5月、仏印の沖合で朝日はアメリカの潜水艦サーモンの位を左前に2発受けた。実はこの朝日の艦内には日露戦争の軍神広瀬武雄を偲ぶ記念室があった。最初の位はまさにその記念室の真下に命中する。広瀬の遺品は朝日と共にすべて海の底へ消えた。日露戦争の古豪はその記予国までも抱いたまま新しい戦争の海で果てたのである。写真は戦艦初瀬。初瀬は敷島型の一隻。その名は奈良の古い地名初瀬から取られている。だがその名は日本海軍にとって痛恨の一日とともに記憶されている。1904年5月15日、旅順の港の前で初瀬はロシアの機雷にすれた。一発目で艦は傷つき動きを止める。味方の山陽艦が初瀬を引いて助けようとした。まさにその時、2発目の機雷が後部の弾薬庫を誘爆させた。初瀬は艦の後ろから引き裂かれるように沈んでいく。戦死した乗員は500名近くに上った。そしてこの同じ日、姉妹艦の屋島もまた機雷で沈む。さらに巡洋艦吉野までもが失われた。日本はこの1日で6隻しかない主力戦艦の3分の1を失ったのだ。華々しい日本海海戦の陰にこうした厄災の日があったことを忘れてはならない。写真は戦艦ミカサ。 AI で当時の色を蘇らせてみる。ミカサは数ある戦艦の中でも最も名高い一隻だろう。その名は奈良のミカサ山にちなむ。1902年イギリスで完成した敷島型の最終艦である。日露戦争でミカサは連合艦隊の旗艦を務めた。指揮を執ったのは東郷平八郎提督。1905年5月27日、日本海海戦。ミカサのマストに一枚の信号機が掲げられた。Z 機である。広告の荒廃、この一戦にあり、各員一層踏んで努力せよ。そして東郷は艦隊を敵の眼前で大きく展開させる定時戦法を敢行した。ロシアのバルチック艦隊はほぼ全滅。日本の損失は水雷艇3隻のみ。
海戦史に残る歴史的な干渉だった。もっとも、ミカサ自身も100発を超える砲弾を浴び、100名以上の死傷者を出している。だが、ミカサの物語には皮肉な続きがあった。戦争が終わった直後の1905年9月、佐世保の港でミカサの後部弾薬庫が突然爆発したのだ。死者は339名。戦闘での戦死者を大きく上回る惨事だった。原因は兵たちのちょっとした悪ふざけからの出火だったと伝えられている。栄光の旗艦は味方の港で一度沈んだのである。後に引き上げられたミカサは記念館として保存されることになる。だが敗戦後、今度はソ連がその解体を求めてきた。これを救ったのが皮肉にもかつての敵アメリカだった。ニミッツ・メンスイらの協力でミカサは見事に復元される。今も横須賀にその姿を残す日本でただ一隻の戦艦である。これが今も横須賀に保存されている記念館ミカサ。120年の土地を超えて私たちはその収支を見ることができる。写真は戦艦香取。香取は香取型戦艦の一番艦。その名は下総の香取神宮から宇野神を祀る由緒ある神社である。1906年、イギリスのバロー造船所で完成した。主砲は30センチ砲2門に25センチ砲4門を混ぜて積んだ過渡期の戦艦だった。大きな海戦に出る機会はなかったが、香取は別の大役を果たしている。皇太子時代の昭和天皇をお乗せするお召し官を務めたのだ。1921年、昭和天皇のヨーロッパ訪問。この時日本は、あえて国産艦ではなく、イギリス製の香取を選んだ。作ってくれたイギリスへの敬意の表れだったという。そして、軍縮条約の波の中で、香取は1924年、その役目を終えた。写真は、香取型の2番艦、鹿島。鹿島は、香取と姉妹の戦艦だ。その名は、日立の鹿島神宮から取られている。実は、香取神宮と鹿島神宮は、共に武の神を祀る二大神宮として体をなす。姉妹艦の名もまた、その竹神の体から取られていたのだ。1921年の欧州航海では、鹿島も昭和天皇の一行に随行した。だが、スエズ運河で座礁し、香取と衝突しかけるなど苦労も多かったという。この鹿島をもって日本が作り購入した全土9戦艦は全て出揃った。だがこの頃、海の外では戦艦の常識を覆す大事件が起きていた。1906年、イギリスが一隻の怪物を完成させたのだ。その名はドレッドノート。高級系の主砲だけをずらりと並べた新型戦艦。たった一隻でそれまでの戦艦をすべて旧式に変えてしまった。以後、世界の戦艦はこのドレッドノートを沙汰に土級戦艦と呼ばれるようになる。鹿島たち全土級戦艦は生まれた時からやがて過去のものとなる運命だった。そして日本にはもう一軍忘れてはならない戦艦たちがいた。日本海海戦で打ち破り戦利品として手に入れたロシアの戦艦たちである。写真は戦艦壱岐。 AI で色を入れてみる。この壱岐はもともと日本の空艦ではない。ロシアの戦艦インペラートル・ニコライ一世だった艦である。やや旧式の装甲艦で30センチ砲を2門だけ積んでいた。1905年の日本海大戦、この艦は敗れたロシア艦隊と共に日本軍に降伏した。日本はこれを鹵獲し、壱岐と名付けて自らの戦艦に加えたのだ。かつて撃ち合った敵の艦が今度は日本の軍艦として生まれ変わる。だが旧式の壱岐に活躍の場はなかった。1915年、壱岐は標的艦として演習の的となり海に締められた。写真は戦艦石見。石見の前身はロシアの最新鋭戦艦オリョールだった。ボロジノ級と呼ばれる当時のロシアが誇る
主力艦である。なお、鹵獲されたロシア戦艦は、日本の古い国の名を与えられた。石見、肥前、周防、いずれも、冷戦国の名である。30センチの主砲を4門。まさに、土球前夜の強力な戦艦だった。だが日本海海戦で、オリオールは集中砲火を浴び、上部をボロボロにされる。そして翌日、白旗を掲げて降伏した。実は、上こそ大破していたが、水戦下の船体はほとんど無事だった。だからこそ日本は、この艦をそのまま手に入れることができたのだ。石見と名を変え、日本はこれを呉でじっくりと研究する。世界最新のロシア戦艦の技術は、日本の造船に大きなヒントを与えた。そしてその石見の最後は、時代を先取りしていた。1924年、石見は日本の飛行機の爆撃を受けて沈んだのである。戦艦が航空機に占められる。その新しい時代の到来を石見の最後は静かに告げていた。写真は戦艦丹後。丹後の前身はロシアの戦艦ポルタワ。30センチ砲4門を積む旅順艦隊の主力の一隻だった。旅順の攻防戦でポルタワは日本軍の砲撃を受け、港の中で沈んだ。だが日本はこの沈んだ艦を引き上げ、丹後として蘇らせる。そして第一次世界大戦、日本はこの丹後をドイツの拠点チンタオの攻略に投入した。かつての敵艦が今度は日本のために寝目を打ったのだ。だが丹後の運命はそこで一回転する。大戦中、日本はこの艦を同盟国となったロシアへ再び譲り渡したのである。敵から味方へ、そして元の持ち主へ。丹後は時代に翻弄された数奇な戦艦だった。写真は戦艦肥前。肥前の前身はロシアの戦艦レトビザン。実はこの艦、ロシア製ではなくアメリカで作られた戦艦だった。30センチ砲4門を揃えた優秀な主力艦である。旅順の港で大破し、日本軍に鹵獲された。これは旅順の港で傷つき着底したままのレトビザン。このすぐたから引き上げられ、肥前として蘇った。日本はこれを肥前と名付け、主力戦艦として使い続ける。第一次世界大戦ではシベリア出兵にも加わった。アメリカで生まれ、ロシアが使い、日本が引き継いだ戦艦。その数奇な経歴は当時の列強の力関係をそのまま押していた。肥前もまた1924年標的艦として海に占められている。写真は戦艦周防。周防の前身はロシアのポベーダ。この艦は普通の戦艦よりやや軽く25センチ砲を4門積んでいた。装甲を抑えて遠くまで走れるように作られた艦である。旅順の攻防でポベーダは港の中で占められた。日本はこれを引き上げ周防と名付けた。だがすでに旧式であり、主力として戦う機会はなかった。やがて周防は武装を下ろされ、雑役船として静かに余生を送ったのである。写真は戦艦相模。相模の前身はロシアのペレスベート。先ほどの修防と同型の25センチ砲を積む巡戦艦だった。旅順で沈み、日本が引き上げ、相模として生まれ変わる。これは旅順の港に沈んだペレスベート。だが、この艦の物語には皮肉な結末が待っていた。第一次世界大戦。日露は今や同盟国同士だった。日本は親善の印として相模をロシアへ返還する。元のねペレスベートに戻ったこの艦は、ロシアへ向かう航海の途中、地中海の港を出た直後、機雷にすれて沈没した。日本に鹵獲され、日本が蘇らせ、そして元の国へ帰る。途中で沈む。ロシアの戦艦たちの数奇な運命を、この相模は最もよく物語っている。これで日本海海戦の戦利品となった6隻のロシア戦艦を見てきた。次は
いよいよ日本が自らの手で作る土級戦艦の時代である。写真は戦艦薩摩。 AI で色を蘇らせてみる。薩摩は日本にとって記念すべき一隻だ。その名は薩摩国。今の鹿児島にちなむ。これまでの戦艦はすべて外国で作られていた。だが薩摩は日本の造船所が自らの手で作り上げた初の大型戦艦だったのである。実は薩摩は当初世界初の土級戦艦を目指していた。大口径の主砲だけを揃えた革命的な戦艦になるはずだった。だが予算と大砲が足りない。やむなく30センチ砲4門に25センチ砲を混ぜて積む準土級にとどまった。そしてその隙にイギリスのドレッドノートが完成する。薩摩は世界初の栄誉をあと一歩で逃したのだ。しかも当時横浜の外国人たちは薩摩が無事に進水できるか賭けをしていたという。日本の造船力はまだそれほど西洋から軽く見られていたのである。それでも自国で戦艦を作り上げた意義は大きかった。薩摩は後に標的艦として海に締められた。写真は薩摩型の2番艦秋。秋は姉妹艦の薩摩とよく似た準土級戦艦だ。その名は秋の国。今の広島にちなむ。だが秋には一つ大きな違いがあった。エンジンである。これまでの戦艦は皆ピストンが上下するレシプロ式の機関で走っていた。だが秋は日本の戦艦として初めて蒸気タービンを採用したのだ。タービンとは蒸気で羽子車を回して進む新しい動力である。このおかげで秋は20ノットの速力を出た。薩摩より確かに速い。秋は日本の戦艦が次の時代へ進む第一歩を記した艦だった。その最後は世代交代を象徴していた。1924年、秋は後輩の戦艦長門と陸奥の砲撃訓練の標的にされる。皇太子時代の昭和天皇が見守る中、秋はわずか5分ほどで締められたのである。写真は戦艦河内。河内は日本が初めて作った土級戦艦である。その名は河内の国。今の大阪にちなむ大口径の主砲をなんと12門。これまでの戦艦の3倍の数だ。機関も新しい蒸気タービンとなった。ただしその12門は実はネメシンの長さが違うものの混載だった。本家ドレッドノートほど綺麗に統一されてはいなかったのだ。それでも日本はついに土級戦艦の仲間入りを果たす。だがその最後はあっけなかった。1918年夏月、徳山湾に停泊していた河内の火薬庫が突然爆発したのである。原因は期限を5年も過ぎた古い火薬の発火だったという。河内はわずか4分ほどで転覆し沈んだ。戦死した乗員は621名。敵と戦うことなく味方の港で失われた悲運の戦艦だった。写真は河内型の2番艦摂津。摂津は河内と同じく30センチ砲を12門積む土級戦艦だった。その名は摂津の国。今の大阪や兵庫にちなむ。だが摂津の運命は少し変わっている。軍縮条約によって日本は古い戦艦を減らさねばならなくなった。そこで摂津は主砲を下ろされ標的艦へと姿を変える。しかも摂津はただの的ではなかった。随伴する駆逐艦から無線で操られて動く無線操縦の滝艦だったのだ。進路も速度も煙幕までも遠くから自在に操作できてきた。これが卓艦となった摂津。無数の爆撃を受け止め航空隊を鍛えた。そしてこの摂津が意外な役割を果たすことになる。真珠湾攻撃を前にした日本の航空隊はこの摂津を相手に爆撃の訓練を繰り返したのだ。動く戦艦をいかに正確に叩くか、
摂津を標的に磨いたその腕が、やがて真珠湾でアメリカ戦艦に向けられた。摂津は戦後まで残ったが、1945年、呉で空襲を受け大破、着底した。写真は戦艦金剛、AI で色を蘇らせてみる。ここから太平洋戦争を戦う超度級戦艦の時代に入る。その先頭を切ったのが金剛だ。なお、金剛型4隻の名はすべて山から取られている。金剛山、比叡山、榛名山、そして霧島山。金剛は1913年、イギリスのビッカース社で生まれた日本最後の外国製戦艦である。竣工した時、世界最大、最強の巡洋戦艦と謳われた。これはイギリスでの全力行使。3本の煙突から黒煙を上げ、27ノットを超える快速を記録した。主砲は当時世界最大の 35.6 センチ砲を8門。設計はビッカースの名義士サーストン。前後に2機ずつ主砲を置く画期的な配置だった。だが金剛はただの輸入品ではなかった。日本は将来自国で戦艦を作るため、大勢の技術者をイギリスへ送り込む。そして金剛の全図面と建造の一部始終を日本へ引き渡す約束を取り付けた。後に大和の46センチ主砲を設計する技術者もこの時イギリスにいたという。日本は金剛から全てを吸収し、造船技術を一気に世界の超一流へと押し上げたのである。進水式にはこんな三つ葉がある。西洋ではシャンパンを割るのが慣例だが、日本の求めで鳩を入れたくす玉が用意された。割れたくす玉から鳩が飛び立つ演出にイギリス人たちは大いに喜んだという。やがて金剛は2度の大改装を受ける。装甲を抑えた巡洋戦艦から30ノットに迫る高速戦艦へと生まれ変わった。その快速ゆえに金剛は空母機動部隊と共に各地を駆け回った。ガダルカナルではその巨砲でアメリカ軍の飛行場を焼き払っている。戦艦の主砲で飛行場を叩いた数少ない成功例だった。レイテ沖のサマール島沖では逃げるアメリカの護衛空母をその巨砲で追い詰めた。だが1944年11月、台湾沖、金剛は米潜水艦シーライオンの愚雷を受け沈没する。日本の戦艦でただ一隻、潜水艦に締められた艦。そして停泊中ではなく航行中に失われた唯一の日本戦艦でもあった。写真は金剛型の2番艦比叡。比叡は金剛と同じ 35.6 センチ砲8門を積む高速戦艦だ。1番艦の金剛はイギリス製だったが、比叡からは日本の横須賀工廠で作られた。金剛の図面をもとに日本がミゲラの手で作り上げた国産の金剛型第1号である。そして比叡はその誉れ高い経歴でも知られる。一度は軍縮条約で武装を減らされ、練習戦艦に作下げされた。だが皮肉にもそのおかげで艦内に余裕が生まれ、昭和天皇のお召し艦に選ばれる。天皇がとりわけ好んだ艦とされ、切手にも描かれ国民に親しまれた。しかもその新型の艦橋は後の世界最大の戦艦大和を作るための実験台でもあった。やがて条約が失効すると、比叡は再び高速戦艦へと戻される。だが太平洋戦争で比叡は過酷な運命をたどる。1942年11月、ガダルカナルの夜、飛行場の砲撃に向かった比叡は暗闇の中でアメリカ艦隊と至近距離の対乱戦になった。単焦灯で敵を照らし、比叡は主砲と副砲を撃ちまくる。だがあまりに距離が近すぎた。浴びせられた集中砲火は艦橋と舵を動かす抱き室を破壊する。比叡は舵を失い、同じ場所をぐるぐると回ることしかできなくなった。これは翌朝、航行不能となった比叡をアメリカ機が上空から捉えた一枚。比叡は一日中空襲にさらされ続けた。そしてその夜、乗員の手で自ら海に締められる。栄光のお召し艦比叡は日本がこの戦争で最初に失った戦艦となった。
写真は混合型の3番艦春名。春名も 35.6 センチ砲8門を積む航行戦艦。実は春名は民間の川崎造船所が初めて作り上げた主力艦だった。それまで主力艦は外国か海軍の交渉でしか作れなかったのである。三菱長崎で作られる霧島とは激しく建造を競い合った。その建造には悲しい鉄話がある。試運転が6日遅れることになった朝、臓器工作部長の篠田常太郎が自尽したのだ。遺書はなかった。試験を遅らせた責任を感じてのことだった。当時の軍艦作りはそれほどの覚悟で行われていた。これは春名の乗員一同、その数およそ1300名。艦名は群馬の春名山にちなむ。春名は混合型の中で最も早く近代化の構想を受けた。日本の戦艦を象徴する城郭のようなパゴダマスト、これを最初にまとったのもこの春名だった。2度の改装で出力は2倍、速力は30ノットを超えた。昭和天皇即位の艦艦式ではお召し艦の大役も務めている。そして春名は桁外れに運の強い艦だった。開戦時すでに26年を経た老朽艦にもかかわらず、マレー沖、ミッドウェー、ガダルカナル、マリアナ、レイテ、主要な海戦のほとんどに参加し、その度に生き残ったのだ。空母随閣と並ぶ日本海軍屈指の武勲艦、不死身の春名と乗員たちに慕われた。1945年7月、春名は5で20発を超える爆弾を浴び、ついに着底する。これはその最後姿。木々で偽装された春名は江田島の海南で木の生えた巨大な物体として横たわっていた。混合型4隻の中でただ1隻終戦まで生き残った金剛だった。写真は混合型の4番艦霧島。霧島も 35.6 センチ砲8門を積む高速戦艦。名は霧島山にちなむ。作ったのは後に世界最大の戦艦武蔵を生む三菱長崎造船所である。2度の改装で高速戦艦となった霧島は真珠湾攻撃では南雲機動部隊を擁衛した。以後インド洋、ミッドウェーと空母と共に各地を転戦する。そしてガダルカナル、姉妹艦の比叡を失った2日後、霧島は再び飛行場砲撃に向かう。指揮を取ったのは近藤信武中将だった。だがそこで待っていたのはアメリカの親衛戦艦ワシントンとサウスダコタ。太平洋では稀な戦艦同士の砲撃戦が始まった。電源が故障し闇に浮かび上がったサウスダコタを霧島たちは集中砲火で傷つける。だが闇の中にもう一隻米戦艦ワシントンが潜んでいた。ワシントンはレーダーで霧島を正確に捉え、わずか7分で巨弾を次々と命中させる。見えない敵に撃たれた霧島は火の海となり自沈した。艦長の岩渕三次は生き延びたが、後にマニラで戦死している。日本の戦艦でただ一隻、敵の戦艦の砲撃によって済んだ艦。混合型4隻はこうしてそれぞれ全く違う最後を迎えたのである。写真は戦艦扶桑。扶桑は扶桑型戦艦の一番艦。その名は日本を表す古い別名である。実は扶桑は日本が初めて独力で設計した調度級戦艦だった。1914年5のドックで進水する。実は3万トン級の巨艦をドックの中で組み立てるのは世界初の試みだった。ドックからの進水は地味なため、圧縮空気で紙吹雪を回せたという。混合型がイギリス製の高速戦艦なら、扶桑は日本人が自ら設計した本格戦艦である。その主砲は 35.6 センチ砲を6機12門。他国の戦艦が8門から10門の中、12門は当時世界最強級の火力だった。だが、これほど多くの戦闘を詰め込んだため、問題も生じた。砲塔の間隔が狭く、主砲を一斉に撃つと、その爆風が互いに干渉したのだ。さらに艦橋は
水面から50メートル以上、ビルの十数階にあたる日本の戦艦で最も高い艦橋となった。天守閣のような巨大なパゴダマスト。それが扶桑型の異様な姿だった。だが、太平洋戦争の戦争には、扶桑は低速で旧式となっていた。最後の艦長は、後にこう語った。この艦は、本来この戦争で使ってはならない船だった。と。そして1944年、レイテ沖海戦。これは、レイテへ向かう扶桑型戦艦。これがほぼ最後の姿となった。夜のすり顔海峡で、扶桑は愚雷を受ける。弾や空母が誘爆した扶桑は、船体が真っ二つに割れて沈んでいった。写真は、扶桑型の2番艦、山城。山城も 35.6 センチ砲12門と天守閣のような艦橋を持つ扶桑の姉妹艦だ。その名は山城の国、今の京都にちなむ。やはり低速で旧式となり、練習艦にまで格下げされていた。だが、1944年、その老戦艦に最後の出番が訪れる。レイテ沖海戦。指揮を執ったのは西村昌司中将。寡黙な提督だったという。西村は勝ち目が薄いと知りながら山城を旗艦に扶桑と共にすり顔海峡へ突入した。まず襲ってきたのは魚雷艇と駆逐艦の寝撃の嵐。姉妹艦の扶桑が飛来して脱落する。だが西村は闇の中でそれに気づかず前へ進み続けた。海峡の出口ではアメリカの戦艦部隊が横一列で待ち構えていた。日本艦隊が縦一列で進むところを横から迎え撃つ定時戦法。縦列の先頭の山城は前の主砲しか撃てない。だが米艦隊はすべての主砲を山城一隻に向けられた。しかもその米戦艦たちはかつて真珠湾で締められ引き上げられ蘇った艦だった。まさに真珠湾の復讐である。レーダーに見つかれた集中砲火の前に山城は主砲を打ち返しながら沈んでいく。西村も艦と運命を共にした。およそ1500名の乗員のうち生き残ったのはわずか10名。これが史上最後の戦艦同士の悲劇戦だった。写真は戦艦伊勢。 AI で色を蘇らせてみる。伊勢は扶桑型を改良上した伊勢型戦艦の一番艦。名は伊勢の国にちなむ。やはり 35.6 センチ砲を12門積む強力な戦艦だった。だが伊勢の人生は途中で大きく変わる。ミッドウェーで主力空母4隻を失った日本は苦肉の策を考えた。伊勢の後部の主砲を2機撤去し、そこに飛行甲板と格納庫を設けてたのだ。戦艦の後ろ半分に22機もの飛行機を積む。戦艦と空母を合わせた航空戦艦という異形の姿だった。もっとも専用の艦上機が間に合わず、実際には飛行機をほとんど積めなかったという。1944年、レイテ沖海戦。伊勢は小沢中将のおとり艦隊の一員となる。数少ない空母を輸送にして敵の機動部隊を北へ引きつける決死の役目だった。遠賀の岬の沖で伊勢はアメリカ機およそ100機の猛攻を受ける。だが艦長松田千秋の立ち見な総監で伊勢はほとんどの爆弾をかわし生き延びた。奇跡の戦艦と呼ばれたソイである。その後も伊勢は南方から物資を運ぶ北郷作戦を無傷でやり遂げた。これは下の宮戸で炎上する伊勢。1945年7月、直撃弾11発を浴び、伊勢はついに着底した。写真は伊勢型の2番艦、日向。日向も 35.6 センチ砲12門を積む戦艦。その名は日向の国、今の宮崎にちなむ。若き日には来日した満州国皇帝溥儀を出迎える儀礼の大役も務めている。そして日向は危険な事故を重ねながら不思議とそそまない強運の艦だった。1942年5月、砲術訓練の最中に5番砲塔が突然爆発する。死者は55名。それでも日向は沈まなかった。壊れた砲塔は撤去された。そして日向は姉妹艦の伊勢と同じく
後部を飛行甲板に変える航空戦艦へと改造される。1944年、縁河の岬沖海戦、小沢のおとり艦隊に加わった日向へ、米機は5波にわたって襲いかかった。艦長松田千秋の総監で、日向はそのこともとくをくるみ抜け生き延びる。さらに翌天、日向は決死の大役を果たす。南方に取り残された貴重な物資を本土へあふぶ北郷作戦。敵の海を突っ切り、日向は物資を満載したまま無傷で日本へ帰り着いたのだ。これは呉の港で着底した日向を上空から捉えた一枚。その強運の日向も1945年7月、ついに力尽きたのである。写真は戦艦長門。AI で色を蘇らせてみる。長門は日本の戦艦の一つの頂点だった。1920年竣工。これは竣工間もない穂田の講師の姿。その主砲は口径41センチ。世界で初めて実用化された16インチ級の巨砲だった。速力も当時世界最速級の26ノットを超える。長門は世界に7隻しかない最強戦艦、ビッグセブンの一隻、イギリスのネルソン級、アメリカのコロラド級と並ぶ世界の頂点だった。その姿の特徴が、後ろへ湾曲した独特の煙突。前の煙突の煙が環境に流れ込むのを防ぐため、わざわざ後方へ曲げたのだ。主砲塔の上に水上偵察機を乗せていた時期もある。長門は長らく連合艦隊の士官を務めた。真珠湾攻撃の日には山本五十六がこの環境から戦いを見守っている。国民にとって長門は日本海軍の象徴そのものだった。カルタには陸奥と長門は日本の誇りと謳われた。子供たちは偶感の絵に決まって長門を描いたという。レイテ沖では大和や武蔵と共に渋谷海の激戦を戦い抜いた。そして長門は数少ない戦争を生き延びた戦艦となる。だがその最後は皮肉だった。戦後、長門はアメリカに引き渡され、ビキニ環礁の原爆実験の標的にされたのだ。これはビキニ環礁で原爆の水柱に揉まれる長門。一発目の空中爆発に長門は耐えた。そして二発目、水中での核爆発。それでもすぐにはしまず、数日経った夜、長門は誰にももとられず、静かに海の底へ消えた。日本海軍の象徴のあまりに静かな最後だった。写真は長門型の2番艦、陸奥。陸奥も41センチ砲8門を積むビッグセブンの一隻。その名は陸奥の国にちなむ。実は陸奥は建造費の一部を国民の寄付で賄った国民に愛された艦だった。かつて軍縮条約で米英はまだ完成していない陸奥の廃棄を求めた。だが日本はこれはもう完成した艦だと主張し、建造を急いで保有を認めさせる。長門と並ぶ日本海軍の誇りだった。だがその陸奥の最後は今も謎に包まれている。1943年6月、瀬戸内海の柱島宅地。昼食後の休憩時間、停泊していた陸奥の3番砲塔のあたりが突然大爆発した。陸奥は間もなく真っ二つに折れ、1100名を超える乗員と共に沈む。敵の攻撃はなかった。火薬が自然に燃えたとは考えにくく、乗員による放火説まで取り沙汰された。後に引き上げられた砲塔からは、犯人らしき遺骨が見つかったとも報じられた。だが真相は今も闇の中である。なお、引き上げられた陸奥の権材は放射能をほとんど含まぬ貴重な鉄となった。陸奥鉄と呼ばれ、戦後の科学の現場で役立てられている。写真は戦艦大和。AI で色を蘇らせてみる。大和は人類が作った戦艦の究極の姿である。その名は大和の国、そして日本そのものを指す名である。全長263メートル、満載排水量は7万トンを超えた。その主砲は
口径46センチ、世界最大の18インチ級の巨砲を9門積んでいた。一発の手弾の重さは1トンを超える。まさに日本の技術力の結晶だった。大和は5の海軍交渉で徹底した秘密のうちに建造された。収益したのは真珠湾攻撃のわずか8日後、連合艦隊の巨艦となる。全力行使では29ノットを超える快速を記録した。だが、その巨砲を撃つ機会はなかなか来ない。トラック白地で大和は待機を続ける。その立派な地銃声から乗員たちは大和ホテルと揶揄したという。完成した頃には海の主役はすでに航空機に雇っていた。その巨砲を存分に撃つ機会はついに訪れなかった。そして1945年4月、大和は沖縄へ片道だけの燃料で出撃する。待っていたのは数百機のアメリカ機だった。これは某の岬沖で大爆発を起こす大和を捉えたあまりに有名な一枚。集中攻撃を浴びた大和はこうして沈没した。2700名を超える乗員が艦と運命を共にしたのである。写真は大和型の2番艦武蔵。武蔵は大和と同じ46センチ砲9門を積む世界最大級の戦艦だ。その名は武蔵野国。今の東京や埼玉にちなむ。武蔵は三菱長崎造船所で大和以上に徹底した秘密のうちに建造された。浸水の際には対岸の住民に外出を控えさせた。巨大な白縄のすだれで船体をゆぼい隠したという。こうして生まれた武蔵は姉妹艦の大和と並ぶ不沈艦と信じられていた。やがて武蔵は連合艦隊の下艦も務める。だが1944年10月、レイテ沖海戦渋谷海で武蔵はアメリカの艦載機の集中攻撃を受ける。浴びせられた魚雷は20本以上、爆弾も十数発とも言われる史上最多の雨。武蔵は耐えて耐えて耐え抜いた。だがついに力尽き、艦首からしごんでいく。1023名の乗員と共に武蔵は渋谷海へ消えた。世界最大の大和と武蔵、その巨砲の力をほとんど発揮できぬまま2隻は海にしごんだのである。ここまで日本が保有した30隻の戦艦を誕生した順に見てきた。すべてはイギリス製の戦艦富士から始まった。石炭を焚いて走り30センチ砲を積んだ初期の戦艦たち。その頂点が日本海海戦の三笠だった。東郷平八郎の三笠はロシアの大艦隊を打ち破り世界を驚かせた。日本はその戦利品としてロシアの戦艦までも手に入れる。やがて動力は石炭のレシプロから蒸気タービンへ、大砲は大きさの違う根菜から単一の巨砲へと進化していった。そして日本は世界初の41センチ砲を積む長門を生み、ついに世界最大の46センチ砲を積む大和と武蔵にたどり着く。限られた国力の中で日本は持てる技術のすべてをこの鉄の巨艦に注ぎ込んだ。だがその頂点に立った時、すでに海の主役は航空機に移っていた。大和も武蔵もその世界最大の巨砲をほとんど活かせぬまま沈んだ。戦艦の時代は静かに幕を閉じたのである。30隻のうち多くが海の底へ消えた。今もそのすぐ名を残すのは記念艦三笠ただ一隻だけである。30隻の戦艦はただの鉄の塊ではない。その一隻ずつに設計に知恵を絞った技術者がいて、甲板をかけた若者たちがいた。カラーで蘇った写真の中で彼らは確かにあの海に生きていた。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。あなたが一番心を動かされた戦艦は
どの巻でしたか？ぜひコメントで教えてください。